つながる形点04へようこそ。東京大学の田智博です。つながる形点では単純な図形がつながることで生まれる複雑な構造や機能を紹介しています。ギャラリーでは数十センチメートルから数センチメートルの人工物を外から眺めたり、手で触ったりし体験することができます。皆さんが数センチメートルの小人になって展示されているものを中から覗いたらどのように見えるでしょうか。また、この人工物が数メートルから数十メートルのサイズにスケールアップしたとき、どのような体験ができるでしょうか。それでは、つながる形を内側から覗いてみましょう。これは各形の角と角を回転ヒンジでつないで並べた構造です。このような構造は縦横に同じ速度で畳まれたり展開したりできます。このような性質を持つ材料をオーゼティックと呼びます。オーゼティックな構造は平面だけではなく立体的な曲面にも適用できます。ここでは122個の多角形が角と角でつながり、120個の空隙を持った構造を紹介します。この構造は所浅尾による東京2020エンブレムの球体版の図と字を反転させたものです。球面全体が縦横高さ全方向に同じ速度で展開して収縮する様子をご覧ください。これはパーツに回転ヒンジを2種類取り付けてリング状につなげたものです。カレードサイクルと呼ばれており、くるくる動き続けるメカニズムになります。このカレードサイクルをつなげて多面体を作ったものがこのカレードサイクルテッセレーションです。カレードサイクルテッセレーションはやはりくるくると表と裏をひっくり返しながら動き続けることができます。内部から見た様子をご覧ください。これは折り紙の折り線を回転ヒンジに置き換え、面を硬くて変形しない板に置き換えたものです。全体が連動して変形し、折りたたんだり展開したりできる機構が作れます。このような機構は大きな構造物へスケールアップしても成立します。折りたたんで必要な時に展開できる仮設の建築物などの応用が目指されています。大きなスケールで実現するためには、板に厚みが存在していても変形の機構が保たれることが重要です。これからご紹介するのは、厚みのある板で2方向に折りたたむことのできる構造物です。折りたたみの様子をご覧ください。
これは折り紙の立体構造をさらに立体的に積層させたものです。空間を空撃を持ちながら充填する構造が作られています。このような構造物はそのまま折りたたむこともできます。この方向とこの方向の2方向には柔らかく折りたためますが、それの直行する一方向には硬く変形しません。映像はこのような複雑な立体構造に穴をくり抜いて、その中から折りたたみ変形を眺めることができる内容になっています。この構造も大きなスケールで実現するために厚みのある板で実現しています。それではどうぞ。折り目を繰り返して並べた折り紙テッセレーションは不思議な動きを生み出すことがあります。これは生氷と呼ばれる折り紙テッセレーション。ある場所を押すと別の場所が膨らみ、また別の場所がへこむというようなことを繰り返します。これによって波のような形と動きが作られます。この波の動きは食道や胃や小腸が食べ物を運ぶ時の前動運動に似ています。あるいは芋虫やミミズが移動する動きにも似ています。中からご覧ください。シワは薄い材料を縮めようとするとき、例えばジーンズやシャツなどありとあらゆる場所で現れます。これは筒の周りをフィルムで囲ったものです。縮ませようとすると、このような三角形のパターン、吉村パターンが現れます。どこが山折り谷折りと教えたわけではないのに、自発的にパターンが整っている自己組織化の一種です。このようなシワのパターンは生物にも見られます。例えば昆虫の羽などは成長のプロセスでシワが寄った状態で形作られます。羽化するときそのシワを伸ばすことで展開するのです。この作品では球面が成長することで自己組織化するシワのシミュレーションを紹介します。石垣フグというフグの仲間は体の表面が150本ほどのトゲで覆われています。このトゲの構造は外から見える1本だけではなく、根元に3本または4本の根のような構造があります。こ
この根のような構造が互いに入り組んで全体を成しています。フグが膨らむとき、このトゲの構造も追従して広がっていきます。これらの構造がどのようにして折りたたまれ展開できるのか、現在研究が始まったところです。これはさかなクンに提供いただいた石垣フグの剥製です。内側からご覧ください。ウイルスは 1mm の1万分の1ほどのサイズで、多くの場合カプシドと呼ばれる球の形をした殻があります。この殻はタンパク質の部品で作られており、最小で60個の同じ部品が多面体のように貼り合わされて作られています。この60個の配置の原理は合同な多角形で作られた60面体に対応していて、それによって球面が60分割されます。球面の60分割の方法はパラメータを用いて変化させると様々に変化できます。計算によってそのバリエーションを作ったものをご覧ください。美術家の所浅尾はひし形や正方形、正三角形などシンプルな形を辺と辺を合わせながらつなげて並べ替えることで様々な文様を作り出してきました。このような文様はたくさんのバリエーションが作れます。北海道大の栗山隆はこの文様のバリエーションに組み合わせ数学、計算科学からアプローチしています。このような図形を球面の上で並べるとどのような文様が生まれるでしょう。そしてそれらはどのようなバリエーションを持つでしょう。計算科学によるアプローチをご覧ください。ご覧いただきありがとうございます。
我々は形を通して芸術科学産業が協力し合って驚きがあってワクワクするものや技術を生み出していきたいと思っています。つながる形の取り組みはこれからも続いていきますので、ぜひご着目ください。それでは引き続きつながる形展04をお楽しみください。